おはようございます。おはようございます。おはようございます。で、本日はムーンライトギアの代表の千代田さんと、オンブラズという今回のポップアップのサングラスのブランドの担当の中土さんにお越しいただいて、オンブラズについていろいろお話をお伺いし、ウエンツさんにもお話ししてもらってっていうことをしていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。すごい。アクション。すごい。これはで、ここいらっしゃる方ご存知の方も多いと思うんですけど、改めましてで、自己紹介をお二人お願いできますか。はい。はい。ムーンライトギアっていうウルトラライトのアウトドアのお店をやってる千代田と申します。はい。よろしくお願いします。お願いします。うちの会社がそのオンブラスを日本に入れているってこともあって、今日このご縁で来させていただきましたっていう感じです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕はそのオンブラスの担当の中土と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メールを紹介した方がいい。はい。ムーンライトギアの YouTube とか見られてる方だともしかしたらご存知の方もいるかもしれないですけど、生まれも育ちも大阪出身なんですけど、顔は沖縄っぽいってことでチラさんって言われてます。はい。はい。僕もチュラさんでここから行きますね。じゃあはい。よろしくお願いします。お願いします。僕たちも自転車、ロードバイクが好きな人、マウンテンバイク好きな人とかいろいろいるんですけど、なんとなく普段どういうアクティビティしてるとか、こんな遊びが好きとかあれば教えてもらえますか。そうだね。ムーンライトギアのそのメンバーだと、釣りだったりとか、あとはいろいろ冬は雪板とかいろんなアクティビティあるんですけど、僕はハイキング、ロングトレイルとか歩くで山泊まるのが好きなので、それとあと自転車漕ぐのがすごい学生の頃からすごい好きでなったので、バイクパッキングも結構好きでやってるってところで、はい、結構ブルーラグでもカゴ買ったりいろいろしてます。ありがとうございます。今日も自転車で来てくれてる。そうです。そう。でチュラさん。僕はもうやっぱ歩いて山を歩くっていうのがやっぱ一番好きなんですけども、そこから派生して山走るも好きですし、その山走るの下りのスピード感の延長線上にマウンテンバイクで下っていくっていうのもあって、それは結構まだまだ上手ではないんですけど好きで楽しんでますね。であとはあれですよね。OMM もお二人がというか、やられてる会社さんだと思うので、僕たちそれでもいつもお世話になってるというか、って感じです。この間も出てくれたもんね。はい。多分8年、7年ぐらいは出てるんですけど、だいぶお世話になってます。そうだよね。今年はどんな感じだったんですか、内容は。内容は別に言えたもんじゃないかなって。毎年楽しかったねっていうのが何よりの本当真ん中ぐらいの点数しか毎回取ってないですけど。そうかそうか。はい。来年こそはちょっとちゃんと頑張ろうかって毎年言い続けてます。そういう大会。ただ来年は本当にもしかしたら2人で今まで4人とか5人でしか出たことないんで、2人で出てみようかなみたいな話を。ガチで出てみようかなみたいな。っていう話も多分去年もしてる。って感じです。来年楽しみにしてます。はい。ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、まずは僕たちもなんていうんですか、勉強したいので、オンブラスに関して今日はいろいろ聞きたくて、大きく2つ。まずなんか知ったきっかけだったり、なんかその原体験的なこととか、あとはこういう人がいてとか、そういうお話がまず聞けたら嬉しいかなっていうのと、その次に実際その機能としてというか、サングラスとしてどんな特徴がありますかっていうのをいろいろプロの方にお伺いできたらと思ってますっていう感じです。オンブラス。はい。一旦まずはなんかどんな感じで知りましたかなのか、そうどういうところに惚れて、何がかっこいいと思って何がいいと思ってなんかまず日本で取り扱うに至ったのかっていうところをちょっと軽くでいいんで、なんかそのアウトドアのその自転車もそうだと思うんですけど、海外にそのショーがあるんですよね。 OR ショーとかサイクルショーってあるじゃないですか。そこの OR ショーってところにオンブラスがベンチャーオーワンドってベンチャーの本当にガレージメーカーの人たちが出てきてるブースのところで、僕らが一緒に会社やってるそのコミュニケーション担当のジェフっていうカナダ人がいるんですけど、そいつがすごいいいやつでこれどうかなっ
って僕たちにその OR ショーが終わった後に日本に帰ってきて僕らにこのアイテムどう面白くないって言われたのが最初だったんですね、出会いは。で本当にその品質がいいっていうのはよく分かってたし、あとはその利便性という点でそのサイドアームがなくて、で僕なんかすぐサングラス壊しちゃうしなくしちゃう人なんですけど、それが首にかけてて大丈夫だっていうところで、これ結構そのシビアめに見ても市場で勝てるっていうか、その特徴がすごいしっかりしてるから物もいいし、これはやったら面白いかもねっていうので始まったっていうのがきっかけでしたね、もともとは、はい、です。なんかさっきおっしゃられてたんですけど、ちょっと中の人が面白いっていうか、そのブランディングとして面白いみたいなところも惹かれたみたいな話聞いてて、僕もまさにそうだなって感じなんですけどなんか横乗りジェンセンっていうやつともう一人のやつが2人で会社をやってる会社なんですけど、本当にそのノリが緩くて、で実際遊んでる2人だから欲しいものっていう目線っていうのはちゃんと持ってて、で結構ね最初 3D プリントでガタガタだったりしたのがどんどんだから要はどんどん品質が良くなってるっていうのがあって、そういう意味でもなんか両方、ノリもいいしちゃんといいものを作るっていうのをしっかりしてる2人だなっていうのが印象的にありますね。これってなんでそもそもサイドアームがなくなったんですか？これはその創業者のゼンセンっていう人がインドの砂漠を旅するときに、もう砂漠なのですごい日差しが強いし照り返しも強い環境で、旅が始まった瞬間に誰かにサングラスを踏まれてお尻でポキってアームが折れてやばいってなって、サングラスなしでやっぱ旅できないんでどうしようって考えた結果、その辺に紐が落ちてたんで、その紐でこうちょっと応急手当てをしてつけて結んでみたらめちゃめちゃ調子よかった。でそれで旅を続けててずっとなくさなかった。そのゼンセンっていう人もこううちの千代田と同じように1週間に1回ぐらい財布をなくすみたいな人だったのに、アメリカに帰ってきてからずっとこう大学で4年間こう首にぶら下げてても1回もなくさなかったっていうのがまずその自分でもすごいいいなと思ったところと、あとやっぱりその大学の中でこうやって首にぶら下げて歩いてると周りの友達からそれ何とかどこで買えるのみたいな風に聞かれて、あこれみんな欲しいんだってなって、じゃあちょっと商品化しようっていうので、そのニコライっていうもう一人の人と一緒に始めた。で最初はクラウドファンディングでこういうの作りたいんで支援してくださいっていうので始まったっていうのがオムラスの始まりのきっかけです。本当に最初の方は2人でジェンセンのおばあちゃんのラベンダー農園の納屋の2階で作ってたっていうぐらいちっちゃなところからスタートしてるブランドです。5年間も使ってたんです自分で。自分で作ったやつをぶら下げて、それは面白いです。ただそれも紐で結んだだけででそのオリジナルのモデルがこのオムラスのロゴにもなってるクラシック、この形のモデルですね。がそれをサンプリングしてるというか、クラウドファンディングが始まったら僕もこの前したんですけど、ビデオとかもなんかめっちゃふざけてて、そうですね分かるいますジョークでもあんま良くないと思うんですけど、ちょっと人がなんか死んじゃったみたいな描写で、実際生きてたんですけど、よかったねみたいなのとか、結構ダークなジョークとかなんかサングラスを落としたことによって友達の手をオンブラスだったらそんなズレとか気にしないで友達の手を取れたのにもう本当なんかただの B 級映画みたいな崖からなんか蝋人形が落ちてるみたいなバーバーンみたいなやつなんだけど、多分その動画そうです。And the two were out planting trees.ちょっと後で見てください。面白い。そのノリとかが僕もすごい面白いブランドなんだなって。多分そうっすね、本当真面目なじゃないとこんな8モデルもたくさんレンズもね作んないと思うので、すごいなっていう思ったところですね。はい。僕たちはなんかもうそもそもオンブラスを知ったきっかけが例えば OMM でみんな使用率高いのはもちろんなんですけど、
そうこの人がウルトラロマンスさんがしてましたとか、そうねねありますよね、ウルトラロマンスさん。本当気づいたらって感じだったよね。なんかそうですね、気づいたら本当みんなしてたみたいなうん感じだったんですよね。僕たち的にはそう自転車の中でみんな一気に使い出したきっかけというかタイミングがあったと思ってて、逆にその自転車側じゃないところを僕はたちは知らないので、なんかそういう人とかいらっしゃるのかなみたいな、この人かっこよくて使っててみたいな方っていらっしゃったりするんですか？でもやっぱこれは有名だよね。まあそうっすね。すごい、まあそうなんですね。ウルトラロマンスっていう人が出てきたっていう、やっぱ僕らも自転車どっぷりじゃなかったけど、なんか変なそのアンチヒーローみたいな感じで、そのグラベルですごいこうシャツ着てやってるみたいな人がいるっていうのはあったんだけれども、やっぱこうみんなでこういうサングラスをしててっていうのが、俺もそのオンブラス始めるタイミングでもうウルトラロマンスはしてたんだけど、やっぱりすごく象徴的というかだよね、このそうっすよね、このクラシックのイメージいつもしてるもんね。そうですね、本当で、いろんなモデルよくしてる、これとかね、新しいのしてますけど、いつもしてますね。どの写真もしてる気がしますね。そうだね。これが多分2019年とかそうでしたね。18年19年くらいで、当時僕もこの写真を見て、クラストのバイクだとか、新しいボンボラっていうモデルだとか、あと多分この時ついてるダイナミコっていったウルトラロマンスがやってるタイヤって、これ全部まだサンプルなんですよ、色がちょっと違かったりとかで、うわーすごいみたいな、そう当時思ってて、その当時オンブラスをつけてるってことには気づいてなかったんですよ。なんですけど、なんかミンミンと最近このサングラスがかっこいいんですよねみたいな話してたら、あれなんかこれみんなしてないみたいになって、で遡っていったら、もう僕たちがかっこいいと思うような人たちがみんなもう僕たちが知る全然前からいろんな写真がね出てきて、おマジか全然俺ら気づいてないやんっていう多分最初の一枚だよね、僕たちが遡れる、スタイル自体が多分当時新しかったんですよね、きっと。でグラベルバイクみたいなのもちょうどこうグラベルっていう言葉が出始めたと言ってもいいぐらいの。私やっぱバイクパッキングっていう文脈から言っても、そのアピデュラとかそういうイギリスのブランドじゃなくて、やっぱこうアメリカのバイクパッキングっていうところのレベレートとかポーセリンロケットじゃない、やっぱこうコットン地でいいんだみたいな感じで、ウルトラロマンスと一緒にこう紹介されてきたっていうのがすごい印象的で、だそれとやっぱこうなんかカリフォルニアっぽいっていうかそういう感じがすごいやっぱ新しいよなと思ってすごい見てましたね。一応これはあれですね、ウルトラロマンスさんが監修のブルックスのチームで、ブルックスのチームとしてグラベルのレースに出るために組まれたチームで、クラストのオーナーのマットさんとフロリダマンの後にですけどクラストからシグネチャーモデルを出したレオ・ロジャーさんって方と、後にこの方ってアントン・クルピッチカさんは僕は自転車の方で知ってるって感じなんですけど。そうだね、語ると長いんだけどニューバランスの2012年とかぐらいからのアンバサダーだった人で、その今僕たちがやってるそのベアフットのビボベアフットっていう前にベアフットブームっていうのがあって、その時にニューバランスですごいかっこよくそのソールを自分で削ってベアフットに近い形でコロラドをこうトレーニングしてるっていうので結構有名で、僕らからするとすごいヒーローっていうか、アルティメイトディレクションっていうトレランバックメーカーとかからもスポンサーを受けてて、だけどトレーニングをチャリンコでするんですよこの人。でそれで自転車も乗るっていうイメージがついてて、すごいかっこいい。いろんな記事読むと最近は自転車にどっぷりですみたいなのが結構多く見れたんですけど、で後にシグネチャーモデルこの人出してたりみたいなねっていう結構ドリームチーム。この方はメッセンジャーの会社やられてる方。この子ね、オールシティのスーパープロフェッショナルの PV がゴールデンサドルが出した時に出てた。じゃあ多分その界隈のみんなお揃いのシャツ着てみたいなのっていう、キャップもチームドリームだからね、実はキャップとソックスが結構好きが詰まってる。いいね。そうで、これは多分すごい有名なあれだと思うんですけど、いろいろ探してたらいろんな人がしてましたって、これはさっきのフロリダマンっていう
これがシグネチャーでクラストから出たモデルなんですけど、接客の方で。そうだよね。そうけど固定ギアのノーブレーキで乗ってるみたいなちょっとすごい人なんですけど、ウエンツさんが言ってたのは、ね、はい、俺はずっとこのさっきちょろっと言ってゴールデンサドルっていう自転車屋さんのオーナーだった今アレー LA っていうお店やってるカイルがずっと好きで、彼もそうだよね、はい、彼アメリカ人なんですけどすごい身長が高いわけでもなくて、ちょっとなんか僕はすごい参考にしてるおじさんなんですけど、やっぱ彼がしてたっていうのと、もう一人僕アジア人のそのカメラマンの人で、彼もすごい自転車界隈の中で、まあなんですかね、印象的な写真を撮るカメラマンで、やっぱアジア人、まあこの2人に僕共通してるのが結構ファッションとか格好とか自転車とかを参考にしてる人たちなんですけど、が気づいたらこう探してみたらオンブラスしてるやんってなんで気づけなかったんだろう、ここには目がいかなかったっていう感じでした。なるほどね。でまあプラス実物見る機会はやっぱ一番は OMM が多かったのと、あとはやっぱ僕は結構神代寺マウンテンワークスチームが常に下げてたんで、そういえば下げてんなっていう感じだったんですよね。そんな感じだったと思います。そうかそうか。はい。で、俺ねこの人知らなかったんだ。この人をちょっと一回聞いておきたいです僕は。この方はエリックさんって方だったと思いますね。ブルーマーマレードみたいなインスタグラム。ブルーマーマレード。そう。この人オムニウムってバイクの多分アンバサダーなんですけど、カーゴバイクの、でこれすごいこの写真と僕も一緒でやっぱりこうなんだこれって思ってそれでやっぱりこう僕らウルトラライトのそのバイクパッキングスタイルっていうのをずっとやってきたんですけど、もうちょっと持ったらいろんなことできるなっていうのをちょっと想像させてくれて、なんかスピーカーとかもっと運べたら結構いいなとかって思ったりとか、そういう遊びの幅、家を持ってくっていう感覚で、多分この人暮らしてるんですけど、なんか自転車に全部暮らしを乗せるっていう夢があって、これで結構知ったんですけど、彼はすごくやっぱオンブラスのすごい似合ってていつもかけてっていう感じで、38歳ぐらいの時に脱サラしてそこからエンジニア辞めてちょっと精神的に病んじゃって、それを回復するために旅出たらもうやめられなくなっちゃって、ずっとアメリカの大陸とかを縦に横断したり横に横断したりとかしてる人なんですけど、彼もいつもオンブラスしてるっていう感じで、やりてえなって思う。いいですよね。パワーがあってエリック・ビンゲサーさんですかね、みたいなの読み方。 YouTube でも結構ポロポロ最近はバイクパッキングジャーナルみたいなところからも取材されてたりとかして動画は出てくると思います。結構やっぱ僕たちが普通にこの人かっこいいなと思う人たちが、それこそその彼も多分すごいかっこよく生きてる人だと思うんですけど、なんか僕は結構そういう人たちが使ってるものをやっぱ単純にちょっと気になる、この人何着てんだろうとか、やっぱさっき僕カイルのファッションをすごい気にするっていうのも、どういう格好してるんだろうとかなった時に、結構みんなオンブラスしてんだなみたいな、そのかっこいい人がつけてるっていうので、僕は結構こう興味を持ってったんですけど、なんか逆に言うとあんま技術的なこととかを知らないまま俺はつけてるかもと思って。まあもちろん僕もそうですやっぱかっこいいんでっていうのが一番最初はあるから、そうだよね。その辺をちょっとじゃあ聞かせてもらえたらいいですね。出番ですね。はい。技術的なところでいうと、やっぱオンブラスの一番の特徴はこのアームレスっていうところが他のサングラスにはないところなので、本当につけていてももう外れない、なくさないっていうところと、あと踏んでもお尻で踏んじゃっても壊れないっていうところとをすごいその YouTube とかで面白おかしくふざけて紹介はしてるんですけど、怖いです。そう怖くて試せてないです。でも一回やりました。全然やりますよ。どこが映る？ここら辺。本当によく踏んじゃうところが。やめてやめて。し、本当にお尻でこうやって踏んじゃってても壊れないで、こうこのまま座っちゃっても壊れないっていう安さがあるので、これは本当に安心だ。東北の YouTuber のアスファルトの方のスチームローラーでも踏んでます。それでも壊れない。このフレームが航空
中でも使われているようなナイロン製なので、そのに踏んでも壊れないようなフレームを使われているのと、あとそのレンズもそのふざけたものをやってる割にはちゃんとしたものを使ってて、ドイツのツワイスっていう工学メーカーの本当に医療器具とかの精密なレンズを作ってるところが使ってるレンズを使ってますので、すごい視界がクリアで、あとすごいマニアックなので言うと基本的には偏光レンズを使われているので、照り返しとかをカットしてくれるっていうモデルになってます。薄さがやっぱ一番魅力ですかね。いやそうですね。であとそのサングラスで多分日本の方ってあんまり興味持たない人が結構多いと思うんですよ。山の中でも割と本当に山のお店でも最後に買うギアみたいな位置づけになっているのがサングラスで、多分自転車でも多分あんまり重視されないんじゃないかな。おー、なるほど、そうなんですね。っていうのは結構使ってないってことです今まで。確かにそうか。そういうことか。結構その日本のこのサングラスの市場っていうのを見た時に結構壁みたいなのがあって、やっぱ日本人の人ってこう欧米人に比べて目の色が濃いっていうのがあるんで、眩しさを感じづらいからあんまりサングラスかけなくてもいいやって思っちゃうんですけど、紫外線によるダメージはその瞳の濃さに関係なく蓄積されていっちゃうんで、やっぱそれがいつか病気につながって白内障とか緑内障とかにつながっちゃったりとかっていうのがあるんで、やっぱサングラスはやっぱ年々紫外線強くなってるんで健康面でもつけた方がいいっていうのはあるっていうのと、あとそれ以外に生理学的な理由以外にもやっぱ文化的にもこうつけないカルチャーみたいなのが日本にはあって、でみたいな話で日本人がでこうやってこう話す時にこうやってつけたまんまで話すっていうのはすごいちょっとこう文化的に抵抗を感じちゃうっていう人が多くて、あんまつけない。でやっぱつけない理由としてはやっぱつけ外しが多いから、やっぱこうつけたがらない。で外した時にどこに行けばいいかっていうのがないっていうのと、面白い話で言うとその欧米の人ってめっちゃつけてるじゃないですか。でもこうコロナの時にあんまり欧米ってマスクが普及しなかったじゃないですか。欧米の人たちは別に目を見ながら話すっていうカルチャーっていうか、どっちかというと口元を見て話すっていう文化があるんでマスクつけたがらなかった。でも日本人は結構すぐにみんなマスクつけたら目さえ見えてればコミュニケーション取れるからっていうのがあったっていうのが結構そういう文化の差で面白い部分があったりします。そのオンブラスがそのすごいそのタフさとかそういう機能面じゃなくて、その日本の文化にもすごい僕がいいなと思ってる点が、その付け外しの煩わしさがない、あと持ち運びの面倒くささもないっていうのがあって、こうつけててもこの外すっていうよりかはもう吊るしちゃうっていう、サングラスつける外すっていう所作をそもそも変えてくれる、なんで面白いアイテムとかギアってその使う人人間の所作を変えてくれる道具だと思うんですよ。オンブラスはまさにそれを結構体現してくれてる道具の一つだと思っていて、千代田が持ってるこのスマホとかも結構みんなのこう生活変えてくれた代表的なものだと思うんですけど、オンブラスもやっぱサングラスつける外すっていう概念を変えてくれて、つける吊るしとくみたいなので、やっぱこう人と話す時にこうパッと下ろしとけて、使わない時ここにぶら下げとけばなくさないし、どっかにしまうって考える必要もないっていうのもあります。あとは外してこうケースに入れちゃうと本当にこんぐらいの厚さになっちゃうんで、全然かさばんないんで、本当にお尻ポケットとかにもこう入れとけちゃうので、あとはサコッシュとかファニーパックとかそういうところにも全然入れれちゃうっていうのがあるんで、持ち運びもできる。やっぱサングラスケース結構かさばっちゃうんで、あれを持っていくのも結構ストレスじゃないですか。日本のこういうシーン、サングラスシーンにおいてオンブラスっていうこの構造はすごいいいポイントがいっぱいあるなと。ケースあるとなんか結構あれですね、特徴的な気がしますね。俺さ、これ一瞬俺の話外すじゃない。ここであるからケースあんまいらないと思って、俺サングラスはなくさなくなったんだけど、ケースってねなくしたんだよ。いや一緒ですケースすぐなくしちゃったんだよ。でそのケースにねメガネ拭きがついてる。そうなんですよね。それがまたねいいんだよね。普通やっぱハードケースだと思うんですよね。なるべく壊れないように潰さないように。最近はこのケース、ネオプレーンのすごい薄いケースで、その縫い付けられてるメガネ拭きもこういう風に縫い付けられてるんで、メガネ拭きもなくさないめちゃくちゃなくさない工夫してくれてるのに。それごとなくしたで、このサングラスをここに収納しても本当にかさばんない、これで持ち運びできちゃうっていうのもすごい魅力の一つですね。
すごい、本当にすごいですね、それが。でしかもめっちゃ軽いっていうのもなんか大体全部20数グラムみたいな感じらしいんですよね。そうですね。25グラム以下のモデルが多いですね。22、3グラム。まあ普通のサングラスがどんぐらいか僕は分かんないですけど、大体30グラムを切ると軽量クラスのサングラス。まあでも持っててやっぱ軽いなって思うのと、ここにかけててやっぱ重いと絶対気になると思うんですけど、そのここにかけても忘れられるぐらいなんで、まあ軽いんだなって思いますね。普通のサングラスだとこう、まあ、眼鏡かけられてる方もそうだと思うんですけど、この鼻とここの2点とここの4点でこう固定するんで、結構そこが圧かかったりとか痛くなっちゃったりとか、特に耳側がなっちゃったりとかすると思うんですけど、ホムラスの場合このコードでこういう風にギュッて固定しちゃうんで、こう割と線の面で固定しちゃうんで、圧がかかる場所がなんかすごい分散されてて、本当につけてるっていう感覚がなくなっちゃうっていうのがすごい魅力ですよね。なんで本当にちゃんとフィッティングしてあげれば、僕結構目悪くて普段眼鏡つけてるんですけど、ホムラスつけた時に感動したのがコンタクトをつけたような感覚になれたというか、結構本当に遊びでる最中とかにサングラスそういうのつけてたっていう風に思っちゃうぐらいつけてるのを忘れるのがこのホムラスの良さかなっていう。なりました、本当にそれ。あとマジで本当に痛くならない。自転車だとヘルメットとかもう全然干渉しないですよね。はい。大体まあヘルメットもそうですし、かぶんないシーンでも絶対サングラス痛くなるんですよね、僕。何のサングラスでも。それがないのが本当に嬉しいなって感じでした、ね。痛いの嫌だよね。マジで嫌です。あれ結構嫌だよね。あれ嫌で外すとか全然あるので。なんかあんまりメンズというか外遊び好きな男性が自転車乗りも多いと思うんで、あんま日焼け止めつける人ってあんまりいないのかもしれないんですけど、日焼け止めつけたりします？僕は親に怒られるんです。あ、そうなんです。ママにだから連絡来ちゃう。なるほど。だから僕の友達がこの間お気に入りのサングラスがそれつけとくと。で俺はこれがあるからホムラスなんていらねえって言ってたんですけど、その人が日焼け止めのナチュラルなやつを使ってたら、ここの鼻のところと相性が悪くてめちゃめちゃツルツル落ちるようになった時に、ちょっとかけてみなよこれって言ったら、もうこの作業がなくなるってことがこんなに楽なんてみたいな話してて、そういうのもあるらしい。確かにここから抑えられてこうしなくなったかもしれない。これがないっていう。そうか、俺は結構痛くなるってよりかは外す時にこうじゃなくてこうバッてこうダッてできるのがめっちゃ便利だなって思って。今じゃあ使ってるなんかモデルとかちょっとどんな感じのなのかみたいな少しだけお話ししてもらったりとか、レンズもなんかここかかってる種類あるし、レンズじゃあ定番の形の方からいきますか。じゃあカンミナっていうこのモデルと、このクラシックっていうモデルがさっきも話したホムラスの一番最初の代表的な形モデルになったフレームの形ですね。ここの部分が2本あるのがダブルブリッジっていうんですけど、こういうダブルブリッジの形でホムラス最初出てきたんで、ウィンズさんがつけてるそのドロミテってやつもそのダブルブリッジの形で、あともう一個取り扱いないレゲロってやつもそのダブルブリッジで、最初はその3型で始まってます。でこのカンミナっていうのは結構比較的新しい形で、ここはシングルブリッジすごいシンプルな形なので、すごい普段使いとかダブルブリッジに抵抗ある人にも結構使い勝手がいいモデルになっている。でこのタイプのやつはレンズカラーが基本3種類、グレー、ブラウン、イエローっていうのがあって、上から順番に光をこうカットしてくれる。グレーが一番光をカットしてくれて、ブラウン真ん中でイエローが一番明るい順番に。これが一番、これイエロー。イエローです。これが一番イエロー好きですね私。目が見えるぐらいのっていいな。だし明るい。今日ぐらいの曇りだとイエローが一番調子良かったりとかするかもしれない。ちょっとマニアックな話をすると、グレーが結構最初つけたお客さんは多分一番これ好きかもっていうようなことが多くて、っていうのも一番眩しさカットしてくれるんですけど、一番全部の色、人間って三原色、その青、赤、緑の3つの色を組み合わせて色をこう混ぜてこう世界を見てるんですけど、その全部の色を均一に落としてくれるんで、均一に色が落ちる分肉眼で見てるようなまんまで結構色が見えるんで、青空とかも最初はグレーつけた方が結構好きかもってなる人が多いんですけど、でブラウンイエローはその
コントラストとかって聞いたことあります？コントラストを上げてくれるサングラスっていうのはそれ何をやってるかっていうと、青色の光が一番こう霞んじゃうんですよね。で白っぽく見えちゃったりとかするんでこう凹凸感とかもなくなっちゃうんですけど、ブラウンイエローはその青色の光をグンって下ろしてくれるんで、赤緑とか赤側の光がこうグッて持ち上がってくれて、こうその凹凸、地面の凹凸とか地形が結構読みやすくなったりとかするのになっちゃうんですけど、その分こう青だけ極端に削ってるんで、ブラウンレンズだと茶色っぽい世界とか、イエローレンズだとこう黄色っぽく最初かけた時は見えるんですけど、人間の目って結構それを補正してくれるんで、だいたい1分から2分ぐらいずっとつけてると最初茶色っぽいとか黄色っぽいのも順応してきてあんま気にならなくなるっていう。でそっち側のミンミンさんつけてくれてるアズーロと、いいね、いいですか2人千代田が今つけてるリヒージオはオンブラスの中でも結構スポーティー寄りなモデルですね、この2つのモデルに関してはノーズパッドっていうのが結構最初からついてくれてるんで、よりこう滑り止めが効いてくれてるのでこのまんま使ってもらうので全然問題がない方が多いです。でこのリフィージオは一体型なんですごい視界が広くてこれもつけてるのを忘れちゃうような感覚になるモデルなのと、あと通気度がすごい高いんで一番こう頑張って自転車漕いだりとか走ったりしても曇りにくいっていうところなので、結構高負荷目でやりたい遊びたいっていう人にはおすすめのモデルですね。あとトレイルとかグラベルだとね、枝とかね橋みたいなのは結構このアズーロっていうのが新作オンブラスの今年の新作になるんですけど、オンブラスとしてはこう水辺のプロのために開発したっていうふうに言われてて、水辺ってすごい水面がすごい反射してすごい眩しさを感じやすい環境なんですけど、その水辺だけじゃなくてもやっぱいろんなシーン、山でも自転車のシーンでもあと雪山とかでもやっぱすごい反射光っていうのはすごいあるんで、それをしっかりカットしてくれるようなレンズにプラスこうミラーっていうのがコーティングされてて、本当にいろんなシーンに合わせて4つのレンズが選べるようになってるんで、これはねすごい4つの違いを話し出すとめっちゃマニアックになるのでこれはまた後で聞いてもらったりとかブルダグのスタッフさんも多分今日で学んでくださると思うんで、後ほど教えて、使い分けはまたホームページとか見ていただいてって感じですかね。他のモデルそもそも前提としてなんかノーズパッドがこれついてますよって言ってたんですけど、こっちがついてないんですよね。そうです。で後付けのパーツがあって、そのさっき僕が良くも悪くもって言ってたこの顔とこのレンズの近さっていうので、人によってはこうまつげが当たっちゃったりとかしてレンズが汚れたりとか、あと曇りやすかったりとかっていうそういう人もいるんで、そういう人のためにこう後付けでこうノーズパッドっていうのをくっつけるとこうレンズと顔の空間がちょっと広がって曇りにくかったりとかまつげが当たらなくなったりとかっていう風になる。オンブラスってアメリカのブランドなんで、ここにつけてるウルトラノマンさん、さっき出てきたのも結構白人系の人が多かったんで、欧米の人がつけるサングラスっていうイメージになっちゃいがちなんですけど、アメリカってもうそもそもその人口の分布で見た時に白人ってもう半分か半分以下になりつつあるみたいで、あとはこうヒスパニック系とかアジア系の人とかも増えてきてて、全然日本人の顔にも合うようにちゃんといろいろ設計されている形になってますね。ありがとうございます。はい、すごいね。すごいですね。聞いちゃうな。今のところ多分僕たちが今話してるので、自転車に調子いいんだなとか、登山とかそういうアクティビティに調子がいいサングラスなんだなみたいな、なんかあります？いや普段もめっちゃ調子いいから使ってほしいとか、なんかこのモデルがとかなんか。やっぱ車の運転もそうだし、やっぱこの夏場、やっぱ僕も今お盆で家族で海とかも行ってきたんだけど、やっぱ海とか本当サングラスないともう眩しいし、そういう意味でも本当にこうさっき言ってくれたようにそのファッション的な目線で気に入ってもらって、でやっぱ物がいいから本当にこうさっきチュラさんが言ってたように視界が独特なんですよね。イエローレンズもブラウンレンズも他も。だからなんかこうその世界に入る感じがあって、なんか本当にそのなんていうのかな、体験してもらいたいっていうかおすすめっていうよりもなんかその空間っていうのがすごく海辺とかにいてもイエローレンズとかで僕見てたんだけど、なんか景色がエモいというかそういう感覚あるし、すごくやっぱ目の保護という点でも
なんか本当に僕なんかも子供もつけられるような、まあ本当にめちゃくちゃフィットってわけではないけど耳にかけられるし、だから例えば彼女さんだったりとか自分のまあ親だったりだとか、まあそういう意味合いで使い分けできるみたいなところっていうのは始めやすいと思うし、実はつる付きのサングラスとかって調整したりするもんね、人に合わせて。そうそう本当にそれがないですね、それがないんで子供とかすぐ壊すしとか思うとそういうのがいいかもしれない。確かに海水も大丈夫？海水も大丈夫です、で特にそのアズーロっていうやつはツワイスレンズの中でもすごい強いトリペルコーティングっていうので撥水性がめちゃめちゃ高くて、僕もこの間パックラフトの大会に出て、そのパックラフトを大会OMM みたいななんかやってましたね。アドベンチャーレースでパックラフトに乗ってポイントを取っていったりとかで、場所によってはパックラフトを担いで山に入ったりするっていうレースがあって、その中で一番このアズーロつけててすげえなって感じたのが、そのパックラフトもバックパックに入れて背負って、その中で川幅20メーターぐらいのそこそこ流れある川を泳いで渡るっていうシーンがあって、その時にアズーロをつけたままずっと泳いでたんですけども、当然のように顔にめっちゃ水がかかったりとか、何回も水面の下に顔がグッて入ったりとかしたんですけど、その都度顔を上げてもレンズがすごい水をパッて弾いてくれてるんで、視界が全然悪くならずにそのまま岸に上がって、レンズとか吹かずにそのまま歩き続けてっていうのもできたので、全然話がすごすぎるかも。だいぶアクティブなOMM の時も2日目めっちゃ雨だったと思うんですよ、その時に外しちゃってる人結構多かったんですけど、つけたまんまやってた人が結構調子よかったっていう人、でも雨風強いで結構目に入っちゃうのをちゃんとそれを弾いて防いでくれるっていうのもあるんで、実際僕もずっとしてましたけど、一緒に行ったサーブさんもサングラスが雨守ってくれて最高って、そのゴールした瞬間に言ってた。すごい。日本ではサングラスって雑貨扱いになっちゃうんですけど、アメリカだと医療器具扱いで結構その審査がめっちゃ厳しいんですよ。でアンブラスのレンズに使われてるツワイスのやつは全部そのすごい高速で飛んできた飛来物が当たっても絶対割れないっていう耐久性があるんで、自転車乗ってる時に砂利が飛んできちゃったりとか、あとは山でダウンヒルしてる時に木の枝がバーンって当たっちゃったりとかしても絶対割れない、でそれで目を保護してくれるっていう機能もあるんで、紫外線だけじゃなくてそういう飛んでくるものからも守ってくれたりとかっていうの部分でもすごい優秀なレンズですね。へえ、すげえね。いいね。いいですね。本当に僕はもう形が気に入ってますね、これ。この形結構ね、すごくそのいい今っぽさというかすごくかっこいい。僕本当毎日つけてるんですけど、そういうっぽさもあるし、実際カーブめっちゃあるんで、本当に視界が広い。わかんないですけど、僕の感覚で言うとこの形好きな人多そうだな、最近の人みたいなちょっと思うような気がしますね。最近やっぱハイキングシーンでも結構細めのレンズが流行ってきたりとかしてますね。はい、でも日常でもやっぱサングラスつけるようになるとやっぱ夏とかないと逆に辛くなりますよね。何個持ってる？俺はね、カミーナとクラシックとこれをよく使ってるかな。4つか5つか。なんかそうバックカントリーとか雪になってくると結構レンズの違いがあって、好きなやつとか2つ、釣りとかだとイエローとブラウン両方首から下げてこうやって見てるやつがいたりとかするんですけどね。でもこれ結構気に入ってる。やっぱね、自転車も1枚レンズがやっぱいいだろうな、視界広くていいだろうな。やっぱ真ん中がないだけでね。さっきの通気性がいいっていうのはめっちゃ気になりましたね。なんか海星さんとか今座ってますけど、13日半ずっと自転車を漕ぐレースしてたんですよ。その間おそらくずっとしてるんですけど、めっちゃ調子良かったって言ってたってことは、そういうのも感じないでずっと走ってたんだろうな、ね。俺も本当日々使ってるんだけど、一個だけマジかと思った点があって、コーヒー買ってこれかけようと思った時に、片手じゃ無理かそれだけ俺ってどうしようってなったんだよ。それだけ言っとく、なんか多分褒めすぎ。そうだよね。これやっぱ両手でちゃんとフィットするっ
させるために両手でちゃんとつけると思うんですけど、それはもうしょうがないところ俺も今日チャリンコ漕ぎ始めた時に適当に一本でやろうと思ったけどやっぱ無理で止まってちゃんとそこはそうですね。そうですね。それはなくさないの反対側の方ですね。そうですよね、なくさないための儀式みたいな感じ。言い残したことなければ僕はもうすごい結構お腹いっぱいぐらいお話いただいたのかなって思うんで、各モデルとか細かいところはこの後ポップアップも含めそうだね僕もどうにかお伝えしようと思うんで、そんなところでいいですか？大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫ですか？いっぱい話したいないことあるんですけどまだ個別で伝えていきます。わかりました。よろしくお願いします。じゃあわざわざありがとうございました。ありがとうございました。でこの後ポップアップなんで皆さんよろしくお願いします。お願いします。